世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回は講談社のゲームクリエイターズラボ一次選考を突破しましたので、皆様に共有しておきたいと思います。いや、良かったですね。年間1000万の資金援助を最大2年間受け取れるっていうね、発表された時にね、インディーゲー業界にかなり激震が走った、企画なんですけれどもね、講談社さんのゲームクリエイターズラボですね。応募総数が1262件、うち一次選考を突破した作品が48件ということでね、倍率が約25倍程度ですね。無事ハイタカの名前をね、確認しましたので、いや、ほっとしましたね。で、この約50作品の中から最終5作品まで絞られるっていうことでね、いや、ついにね、手の届くところまで来たなという感じがしますよね。そして二次選考がね、面接があるっていうことですね。このご時世なんで、オンラインだったり電話での面接っていう形になるらしいんですけど、楽しみですよね、その面接も。就活の時の嘘つき合戦みたいなのじゃなくてね、本当に本音のね、熱い意気込みをぶちまければ多分効果抜群だと思うんで、ちょっとね、ハイとかどんな就活しとってみたいな話なんですけど、楽しみに二次面接をちょっと待ちたいと思います。最大でね、2年間受け取れるっていうね、開発費用なんですけど、詳しくは半年で500万円をかける4回ですね、最大で受け取れるということですね。ただ、これ、最大2年っていうのがミソでしょみたいな、ちょっと横島なね、捉え方をしちゃう人もいると思うんですけど、どっちかというとね、講談社さん的には、よっぽど予定通りに進んでないとか、そういうことがない限りは、基本的に2年間、渡すつもりなんじゃないかなと勝手にね、楽観視してます。というのも、インタビュー記事とかがね、何本か出てるんですけど、結構読んでね、そのヤングマガジンの鈴木さんとかのね、話を伺ってると、結構本当にね、これぶっちゃけ読んでみないとね、わからないと思うんで、ちょっとリンク貼ってきますね。なんかそれ読んだ感じだと、結構ね、支援してくれる気がちゃんとあるっていうかね、よっぽど失敗しない限りは、もし選ばれたら2年間ね、2000万は最後まで受け取れることの方が多いんじゃないかなっていう印象を持ちましたね。面接でやっぱり大事になるのが、熱意もそうなんですけど、やっぱりマイルストーン的なものですよね。その2年をどうやって使っていくか、もしくはその2000万をどう使っていくかっていうところを、具体的にね、より詳細に決めておいた方が、やっぱりね、実現の可能性っていうのもね、上がってくると思うんで、そういったところを面接までにしっかりね、整理しておきたいなというふうに考えております。一次選考をね、突破した理由としてはね、やっぱり僕自身 YouTube チャンネルをね、やってるっていうのが結構大きかったのかなと思います。一次選考にね、応募した時点で、だいたいね、登録者数が1万3000人ぐらいだったかなと思うんですけど、応募した後にね、クリエイターズラボに応募しましたっていう動画を撮影して、YouTube にアップロードしたところ、その動画がね、なぜかめちゃくちゃバズりまして、僕のチャンネル史上最高のね、再生回数80万回っていうのを突破しまして、それでね、すごい登録者が増えたんですよね。1万3000人だったのが一気にもう今3万人超えなんで、だから3倍になったんですよね、その動画のおかげで。これに関しては本当にね、嬉しい誤算と言いますか、僕自身の名を上げることもできたし、講談社さんですね、そのクリエイターズラボっていうのを面白そうな企画やってますよっていうところもね、世間の皆さんに伝わったと思うんで、僕にとっても講談社さんにとってもウィンウィンな動画になったんじゃないかなというふうに思ってます。あの動画の存在がね、結構選考突破にね、大きな役割を果たしてたんじゃないかなというふうに感じております。で、しっかりね、1年前ぐらいからね、この YouTube チャンネルやってるんですけど、当時からのね、一番最初無言でライブ配信とかやってたんですけど、その動画とかもね、まだ残ってて、見れる状態なんで、当時はね、このマネキンのキャラクター使ってね、作ってたんですけど、そういう過去からの成長の記録っていうのもしっかり動画としてね、証拠として残ってるんで、そこも良かったのかなと、勝手に思ってます。クリエイターズラボでもう一つ面白い動きがあるみたいで、通ったにせよ通らなかったにせよ、応募した人全員にね、クリエイターズラボの、コミュニティ、専用コミュニティみたいなのが開設されるみたいで、1262作品の制作者さん全員にそのコミュニティへの招待メールっていうのがね、届くみたいですね。
そこでね、それぞれ情報の交換したりだとか、あとはね、おそらく制作この部分手伝ってくれませんかみたいな、そういうこともね、依頼とかできるような形になっていくんじゃないかなと思うので、通った後もね、すごい楽しみですよね。やっぱり僕、一人でね、ゲーム作るっていうのはなかなか難しい話なので、例えばアニメーションがね、強い人とかいたら、その人にモーション作ってもらったりとか、プログラム強い方に、一部ね、プログラム実装とか手伝ってもらったり、もちろんね、いただいた1000万の中からお給料お支払いしつつっていう形で、そのラボメンバーとね、共闘していくっていうパターンもあるのかなと勝手に妄想してますね。一次選考ね、突破された方のね、お名前がね、ベイズネオっていうサイトに掲載されてるんですけど、今朝からね、そのページの上から順番にね、ググりまくってね、どんなゲーム作ってる方なのかなっていうのをちょっと拝見させていただいてたんですけど、いろいろ面白かったね。AC みたいなゲーム作ってる人いたりとか、3分の1ぐらいはね、ボードゲームの方なんですけど、そっちもね、すごい僕はあんまりボードゲーム詳しくないんであれなんですけど、素人目にも面白そうな感じのが多かったです。特にボードゲーム部門で一人の方でね3作品一次選考突破してる方がいらっしゃって、この人何者なんだっていう、天才ですよね。3作品通るっていう、いろいろ面白そうな、漫画の強キャラたちが描かれてるページ読むのワクワクしますよね。あんな感じでね、ちょっと面白いんでね、皆さんもよかったらね、リンク載っけとくんでググったりしてね、ゲーム公開されてる方結構多いんでね。ただその公開してるゲームで応募したのかどうかまではちょっと分かんないんですけど、皆さんのね Twitter とか覗かせていただいて、一番トップにね貼ってあるような動画とかは一通り見させていただいたんですけど、いやー楽しみですね。最終のね5名に残れるようにこれからもね頑張っていきたいと思います。やっぱり YouTube は僕の強みでもあるので、更新頻度もねちょっと頑張って上げていこうかなと思っております。それではここからはですね、いつも通り制作の進捗状況を共有していきたいと思います。新しくねキック追加しました。前に飛び上がってね左足で蹴るっていう感じのモーションですね。なかなか前進距離も長めで、発生はちょっと遅めかなっていう感じですね。攻撃の役割としては、縦の上からも積極的に蹴っていけるモーションになってますね。要は弾かれないっていう形ですね。ジャストガードされても弾き返されることがないので、必ずねガードさせた後に、フレーム有利を取れるっていう形になってます。そしてスーパーアーマー中の相手にね当てた場合ですね、敵のスーパーアーマーをキャンセルすることができます。なので、初段としてね振っていくのが結構強いのかなっていう感じの技に仕上がってますね。これで一回様子見てみて、他の技とのね兼ね合いとか、戦闘バランスとか見て、ちょくちょくねバランスの修正っていうのはすると思うんですけど、とりあえずはねこういう、縦にもスーパーアーマーにも強いけど発生がちょっと遅めかなっていう感じの打撃技ですね。PP の攻撃力もちょっと低めに設定しておこうかなと思ってます。なので蹴りでどんどん攻めていくみたいなことはちょっとできないっていう感じですね。あくまでも崩すための手段として蹴っていくっていう形でね位置づけでやっていこうかなと思います。